はい、今回はですね、1985年の映画状況ということをお話ししてみたいと思います。ということは、ホラーですよね。ホラーを中心にお話ししたいんですけれども、1985年というと、もう今から見るとですね、かなり前というふうに感じられるかもしれませんけれども、ホラーだったりですね、映画ですよね。そういったことは、かなりね、すごく刺激的な時代だったので、その辺のことを振り返ってみたいと思います。今からだと信じられないかもしれませんけど、バブルですよね。バブルというのが、この後ぐらいですね、あってですね、その後こうバブルがはじけてからですね、日本経済かなり長期的な低迷ということになるわけですけども、ちょうどですね、この頃、かなりね、景気もいい頃だったわけですけれども、ちょうどですね、コンテンツの方ですよね。特に一番大きいのが、ビデオですね。ビデオがなかなかね、今まで家庭用ビデオというのが、なかなか普及してなかったわけですけれども、その頃から完全に普及しだしてですね、ビデオで自宅でね映画を見ることが可能になったということですね。それまではテレビでね月曜ロードショーとかですね、そんな形でテレビで放映されるのを待ってですね、それに従って、映画を見ているというのが普通だったわけですよね。あとは劇場に行くというのが定番でですね、一回見たらもう二度と見られないという形でですね、一期一会という形の映画鑑賞というのがあったんですけれども、ビデオがねできることにあって好きな時間にですね自宅で見ることができるということがあるわけですね。現在だとですね、もう本当にネットフリックスであるとかね、アマゾンプライムとかでですね、そんな形で逆にですね、DVD だとかを買ってくるとか、レンタルしなくてもですね、自宅でですね、気軽に見られるという、状況になっているわけですけども、この元を正せばですね、このビデオが一般的に普及してレンタルでですね映画を見られる状況になってきたというのがすごく大きいわけですよね。大きいというか、そういった形で、かなり革命的な転換ということですよね。で今のサブスクリプションモデルというのはそのビデオから見るとですね、あまり大きなチェンジではないんですけども、映画の世界においてですね一番かなり画期的だったのがビデオを通じてですね、それも自宅でテレビを撮るだけではなくてですね、市販のビデオを借りることによってですねいつでも見られるという状況になったのが大きかったということですね。その頃ですのでね、まだね、そのレンタルビデオだったり番組といいますかね、これ作品数自体がそんな多くなくてですね、大量に出されてきたわけですね。要するに見たいものは見たい人はたくさんいるんですけれども、それに追いつくだけのね作品がなかったという時代があってですね、たくさん出していくと。ですから出せば出すだけ見たい人がたくさんいるんで、どんなものでもね一定数売れていくみたいな形でですね、大量にですねいい映画もたくさんあるんですけれども、なかなかね極物みたいな形ですね。今であればねなかなか劇場にねかけられないような作品だとかね、そういったものもですねたくさん世に出てくるというのがこの時代だったということで、どちらかというとあれですかね、ホラーファンだったりね、そういうどちらかというと B 級映画のファンにとってはですね、すごくいい時代だったんだなという感じがします。ということでですね、どんな映画がこの頃出てきたかというのをねかいつまんでご紹介したいと思いますけど、やはり画期的だったのがですね、これはサムライミですよね。サムライミの資料の腹渡ですね。こちらがですね、実は1981年制作年度なんですけども、1985年になって公開されるということになってですね、少し今だとねなかなか遅れて公開というのは珍しいんですけども、アメリカだと1981年の10月10月15日ですね、公開されてるんですけど、かなり遅れてですね、1985年の、2月に日本では公開されたということで、その時はまだね、サムライブも、若いと言いますかね、すごいパワフルなね、演出力のある監督が現れたということで、本当に自主制作ですよね、ということで、すごくね、低予算なんですけどもね、すごくパワーがある監督が現れたなということで、脚光を浴びてですね、すごいなというね、あれですよね、スチール写真見るだけでもね、この目をね、潰すシーンとかがあって、なんだこれはっていうふうにね、私もこれ、一番最初、見るときそんな感じしましたけどね、すごい人が現れたなと思ったのがこの頃ですね、サムライムですね。で、こちらはですね、同時上映ということで、ノーマン・J. ウォーレンの悪魔の、受胎というね、宇宙人っていうかね、宇宙人の宿してしまうというかね、そんなちょっと変わったね、変な、なんか土偶みたいなね、埴輪みたいなね、宇宙人が生まれるみたいな話ですけど、こちらイギリスの1981年3月22日にこれ制作年度といいますか公開されたのが、日本では1985年の2月ということで、両方とも少しね作品的には古いものをね持ってきた形ですけども、かなりねこういった形でこんな映画もあるんだなということで脚光を浴びてきたということが、この1985年に
の頭ですかね、2月ぐらいにあったということですね。で、その後ですね、どういう映画が1985年とか86年に公開されてきたかというとですね、かなりね、今で見るともう、ホラー映画だったりね、そういったファンタスティック系映画のもう、名作といいますかね、もう代表作という形になると思いますけども、フェノミナですね、ダリオ・アルジェントの監督作品のフェノミナが1985年ということで、こんなのがあとこう全部ちょっと言っていくとですね、きらめくような作品がですね、こう次々にこの年って公開されたんですよね。今で言うとね、本当に年に1作品、2作品ね、本当に傑作と呼ばれる作品があるかどうかというところだと思いますけれども、その当時やっぱりすごくてですね、やっぱりフェノミナ、あとビデオドロームですね、デビッド・クローネンバーグのね、ビデオドローム1985年ですね。あとバタリアンですね。これはゾンビものの何ていうんですかね、パロディ化といいますかね。要するにこうどちらかというと怖いゾンビばっかりだったわけですけども、バタリアンということでこう知能のあるねゾンビといいますか、ハイパーゾンビの走りって言いますかね。そんな形の作品ですよね。ちょっとこうふざけてると言いますかね、コメディタッチもなければもあらずというような感じの作品ですけど、ちょっと初めてねこのゾンビから見るとね怖いだけじゃなくてですね、こんなゾンビも作られるんだなということが分かったという点ではね画期的な作品だと思いますけど、バタリアンですね。あとクリープショーですね。クリープショーね、これもうスティーブン・キングとジョージ・エロメロが絡んでますけれどもね、そんな形でもうねアメリカ映画というところでですね、本当にこうホラーの王道みたいなね人々が組んでねクリープショーという作品撮りましたね。だからねオムニバス映画ですけどね、スティーブン・キングが実際出ていたりですね、ジョージ・エロメロのね作品としていろいろねオムニバスで、ちょっと私はゴキブリが出てくる映画がねすごく印象的で怖いなと思いましたけど、このクリープショーというのもこの年です。あとUS クレーブンのエルム街の悪夢ですよね。これもねもうシリーズものになってですね久しいと言いますかねいうことですけれども、この古典的な名作も1986年に作られているということで公開されているということでですね、こんなような作品もこの年にねこう集中してあるわけですよね。であと狩猟の餌食ですね。デイ・オブ・ザ・デッドですけどもね、なぜ狩猟の餌食かというとあれですね、ゾンビね、要するにナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ゾンビ、そして狩猟の餌食ということで、なんでこんなねデイ・オブ・ザ・デッドが狩猟の餌食かというとこれなんですよね。狩猟の腹渡がね1985年に公開されて、サムライミの作品がですね、かなりこう、ヒットしてですねすごく売れてきたと。それで狩猟の餌食というね、餌食をと放題ね、ちょっとこれはずっと個人的にはねあんまりいつも言ってるんですけどあんまりこう好きではないんですけども、これはねヒットのあれからするとねこうちょっとサムライミを連想させるようなタイトルではあるんですけども、これねジョージ・エロメロの、ゾンビサーガのね3作目ということで狩猟の餌食、これも1986年ということでですね、本当にね1985年86年あたりはこうホラーバブルといいますかね、ホラーがものすごくですね世の中にこう評価されていたりですねヒットしている時代だったと。ヒットと言いますかね世の中に出てくるということですよね。今だとねこういう形でこのような作品がですね次々に出てくるってなかなかね夢のような世界だと思いますけども、こんなようなものがあったという、情勢ですね、思い出していただければと思います。まだね生まれてない方もいらっしゃると思いますけどもね、生まれてない方は1985年ぐらいにですねこんなことがあったということをですねちょっとねよかったななんてね思っていただければと思います。であとですね、この1985年というとやっぱりこう映画祭の世界ですよね。映画祭の世界でもですねすごくやっぱりこう活気があってすごくムーブメントがあったんですね。それがですねこちらなんですね。今で言うとでも今なくなってしまいましたけど、東京国際ファンタスティック映画祭、これが第1回がここで行われたということで、要するに東京国際映画祭の関連企画ということで始まったんですけれども、むしろですね東京ファンタの方がね1年ごとにやると。その当時のですね東京国際映画祭っていうのは2年ごとということで2年に1回の開催という形になって、今は毎年やってますけれども、その当時はですね2年に1回、それだけのねまだ運営能力とかの問題だったりですねそういったことがあって2年に1回だったんですけれども、こちらだけはですねすごくお客さんが、観客が入ってですね、毎年やることがもうその時に決定してですね、次回もやっていくという形ですごくね人気があった、観客も本当に入ってですねすごくこれが新しいムーブメントが来たっていう感じだったわけですよね。でそれが今はもうねこれも渋谷パンテオンっていうのがもう渋谷の駅前ですかねにあって、今はもうなくなってしまいましたけれども新しいビルになってますけれども、渋谷パンテオンというかなり大きなね劇場で第1回東京国際ファンタスティック映画祭が開かれたというのがこれやっぱ革命的なものですよね。1985年これ当時はですねこれ冠スポンサーといって宝ファンタスティック映画祭というタイトルで、宝というのは缶チューハイのね宝酒造さんですね
がこのスポンサーになっていたので、宝という名前がついてるんですけれども、提携してね、確かあれかな、缶チューハイかなんかの宣伝があったりね、劇場でも試飲ができたかどうかっていうのはちょっと忘れましたけど、できたのかもしれませんね。で、宝ファンタスティック映画祭ということで、1985年の5月31日から6月7日までの会期だったということで、全17本のね、上映になりました。で、この当時から分かるように5月ということでですね、東京国際映画祭もこの当時だったんですね。今はこう秋口になってますけれども、第1回の時のね、東京国際ファンタスティックで東京国際映画祭っていうのは要するに5月下旬からですから6月にかけてというかですね、そんな形の、会期がねこの当時だったということをねちょっと今思い出しましたけど、そんな形ですよね。ですので、夏より前の春のね風物詩ということで、私もこれねその当時まだ学生だったんですけどね、新学期が始まってね、やっと始まってですね、すごくね、ですので、比較的学生だったから時間が自由になってね、講義を休んだわけではないんですけれども、こちらね、昼間はね、勉強して夜、劇場に向かったということがありましたけどもね、この、春といいますかね、5月からゴールデンウィーク明けた後ね、6月ぐらいにかけてね、行われたということで、これがすごくね、私もこれ当然言ってるわけですけれども、こういう映画祭というもの自体もね、日本にまだ東京国際映画祭がね、この当時から始まってるわけなので、全国的にですね、映画祭自体はあったんですけども、本格的なね、大きな映画祭というのはこれが初めてでしたので、なんかすごいもんだなというふうにね、記憶に残ってますけどね。そんな形で何よりもすごかったのがですね、これオープニング作品ですね。オープニング作品が、これフェノミナだったんですね。ダリオ・アルジェントがフェノミナということで、ダリオ・アルジェントもゲストでね、オープニングのゲストとして来日したんですね。これが初めてだったんですね。いうことで、私もね、ダリオ・アルジェントに会うことができたといいますか、会うと言ってもね、観客の一人という形でですね、行ってサインしてもらって握手してもらったぐらいで、ちょっとね、話すということもね、あんまりできなかったと、ありがとうございますとね、イタリア語でグラッツェぐらいしか言えなかったんですけれども、その当時ですね、フェノミナね、上映されてですね、すごくあれでしたよね、渋谷パンテオンにね、ダリオ・アルジェントが来てですね、控室があるんですけどね、そこでダリオ・アルジェントがいてですね、サインをね、してもらう行列が並んでたんで、私もね、すかさずパンフレット持ってね、フェノメナのページですかね、要するにダリオ・アルジェントのね、広告というか、ページにですね、サインをね、ダリオ・アルジェントにしてもらった覚えがありますけどね、その当時はね、こういう形でね、アルジェント研究会やるなんてね、全然夢にも思ってなかったんですけれども、そんな形で、初めてね、お会いして、なんか感動的でしたね、握手してもらってね、すごく、なんていうのかな、手が洗えないな、みたいな感じ、わかりますかね、とか有名人にね、会って手が洗えないみたいな感じで、この当時ね、本当にイタリアってすごく遠い感じがしてですね、イタリアに行くこと自体が夢みたいなね、時代だったわけですけれども、時代というかね、私自身にとってはそうだったわけですけど、本当にね、イタリアから日本にね、その当時のね、アルジェントが来てもらってすごいなと思って、会えるということ自体がね、すごかったんで、もう本当に神がかってる感じでしたよね。という形で、アルジェントもゲストでね、その当時はなかなかそういう形で、オープニングでね、最後までは、あとは開会式があってですね、開会式でダリオ・アルジェントも登壇してね、英語でお話しされてましたけどもね。で、6月7日が閉会式なんですけども、ダリオ・アルジェントはね、閉会式までいなくてですね、その前にはもうちょっとお帰りになられたというか、帰ったということでね、最後までいなかったんですけど、ちょっと寂しかったですけどね、私も閉会式もね、開会式も出てますけど、閉会式の頃にはいなくてね、ちょっと残念だったんですけども、日本をね、堪能されたんではないかなと思います。ということで、公式の来日はね、フェノミナとその後のね、オペラ座地の喝采が上映された時もゲストで、日本にね、来ましたけどね、そんな形で、第1回目のフェノミナというのがね、ちょっと忘れがたい体験でしたね。私にとっては大変でしたし、日本のね、かなり多くの観客にとってもですね、ダリオ・アルジェントを生で見たというね、いうことができたのはすごく珍しい体験ではなかったかと思います。当時ね、渋谷パンテオンにいらっしゃった方もね、これちょっと今、このね、チャンネルご覧になってる方に、一定数いらっしゃると思うんですけど、そしたらちょっとコメントでね私はあの時いましたよみたいな形でねコメント残していただければと思いますけど、私はあれかな、前もどっかで話したと思いますけど、1列目は取り逃してね、バーってね並ぶんでね、今みたいな指定席ではないんでね、並んで順番に自由席でしたのでね、全席自由席でしたのでね、入っていって1列目ではなくて2列目かなんかにね座ることができたという形で2列目に座ったんですけどね、それでもね登壇してね、あれでしたけど、登壇する姿を見ることができてね、今だったらね、
録画がどっかにあればいいなと思うんですけどね、当時ね、すごく良かったですけど、まあ、そんな形でフェノミナがあって、で、その後ですね、その当時のね、東京国際ファンタスティック映画祭をこういろいろと検索してもらえばね、どういう映画がやったかというのが、Google で検索してもらえばどういう映画が上映されたかっていうのは分かるかと思いますけど、まあ、ちょっと印象的だったのがデッドゾーンとかも上映されて、デッドゾーンもね、あれでしたね、デビッド・クローネンバーグがね、ゲストに来てですね、まあ、トークをやったりということがありましてですね、まあ、その他ですね、いろいろなね、毎日、連日ですね、まあ、多くの監督が来日されてですね、いろいろとこうトークをね、オープニングでやったりということで、なかなかね、こう、その当時ですからね、海外からゲストで来てこうトークをやるということ自体、トークやったりね、オープニングでね、挨拶をするってことがなかなかなかったと言いますかね、そこでもう初めてね、まあ、そういったすごいなと思ったこう映画祭っていうのがね、多くの人々がゲストにね、来てもらえて、直接話ができると、場合によってはサインができたりね、握手をしたりすることもできるみたいなね、ことがあって、まあ、すごいなと思ったのが、これね、やっぱり映画祭というものをね、少しちょっと私もちょっといろいろとこう考えていく機会になったわけですよね。で、今ね、ちょっと広島公演映画祭っていうのもプロデュースをしてますけれどもね、そんな形でですね、いろいろね、思い立たせばね、映画祭の凄さというのはね、こういう形で、今はちょっとオンラインということでね、映画祭もね、少し直接触れ合う機会って少なくなってきますけれども、やはりね、この多くの人がね、集まってこうファンといいますかね、作り手と、受け手といいますかね、観客が同じところでね、こうコミュニケーションできるというね、こういう場というのはね、なかなかこの当時ね、できたというかね、まあ、そこで初体験したというのはね、素晴らしい思い出ですよね。だと思いますね。はい。で、いう形でですね、要するに東京国際ファンタスティック映画祭がこれ、5月にあってですね、6月なんですけど、で、その余韻が冷める前にですね、さらにあったんですね、これがね、その後夏なんですよね。いうことで、今度8月になるんですけど、やっぱりここが成功してね、お客さんがたくさん入ったということもあるんだと思うんですけど、まあ、そこでですね、第1回スプラッタームービーフェスティバルというのがですね、この夏休みですよね。まあ学生でいうと夏休みなんですけども、1985年の8月8日ですね、8日から8月16日までということで、これ、連日のですね、21時40分ですから9時40分ですね。だから夜のですね、オールナイトを連日やろうというね、ちょっと、まあこういう企画があってですね、これ毎日参加するとちょっと厳しいですよね。厳しいというか、ちょっと昼と夜が逆転してこれ毎日これやっぱり土日なら土日というか土曜日なら分かるんですけど、毎日ですね平日にこれを参加するっていうのはやっぱりよっぽどのねあれがないと難しいっていうかね、社会人だとねなかなか難しいし、まあ学生でもね昼夜逆転してちょっとね体調壊すみたいな感じあると思いますけど、まあ、これもですね8から16までですね、これフリーパスみたいなのが売られてたんですね。毎日の件もあるんですけど、写真を貼った上でですね、要するに連日参加するという特別券も売っててですね、まあ、それをね、買われた方もいらっしゃるんではないかなと思いますけども、まあ、ちょっと私はこれ、毎日はちょっと難しかったですね。やっぱりね、その当時ね、やっぱりこう、大学行ってましたんでね、ちょっとめぼしいとこだけね、行きました。かなりの日は行ったんですけども、まあ、行かない日はね、やっぱりありましたね。ということで、毎日行かれたユージの方もね、おそらく聞かれてる方いらっしゃると思うんですけどね。ということで、まあ、どんな作品が上映されたのかというと、これ要するにオールナイトですからね、1日こう数本ずつという形になりますけども、これをちょっとご紹介したいと思いますが、まずゾンビですね。まあ、ゾンビ、これもだから、この当時はですね、今のような、ロメロ版だとかね、ダリオ・アルジェント監修版というよりも、これ日本公開版ですよね。いわゆるね。今、復元版という形になってますけども、要するにこの当時ですから、そのままのね、状況が公開されたという形になってます。古いマナっていうかな、ですよね。であとは、悪魔の生贄ですね。まあ、こちらがあってですね、これは悪魔の生贄というのは、あれですよね、ボーリュ・モリセイのね、ちょっとこう、怖いというかね、不気味なね、やつですね。あとは、狩猟の腹渡ですね。このね、狩猟の腹渡というのは、この、サムライミのね、まあ、パワフルな作品があってですね。あとは、13日の金曜日大会っていうのがあってですね、13日の金曜日はね、シリーズになってますので、1から4までということでですね、まあ、これをね、一挙上映みたいなのがあったりですね。あとはこれマニアックですね。これウィリアム・ラスティックの作品ですね。まあ、連続殺人ものですね。これはリメイクもされてますけどね、まあ、ジョー・スピンネルが出て、ちょっとね、不気味な男の役やってる作品で、まあ、これは比較的面白かったというかね、個人的には、マニアックというのはね、ダリオ・アルジェント流のね、要するにこう連続殺人といいますかね、まあ、それをこう、繋いでいくような作品ですので、まあ、非常にね、なかなか変わった作品ですね。あと、まあ、ローズマリーですね。ジョセフ・ジトーでしたっけね、ローズマリー。まあ、これもありました。ちょっとあんまりこう
すごいね、すごいいい作品ではないんでね、ローズマリー俺ちょっとやっぱりこう盛り下がる傾向がありましたけどね。あとはですね、イタリア系でいうと地獄のシャディクサイですね。これベトナム戦争でね、人肉の食べる味を覚えたね、機関兵がね、やっぱりこう人を食べていくみたいなね、ちょっと変わったね、カニバリズムとですね、地獄の黙示録を合わせたようなね、話ですよね。ということですね。あとはゾンゲリアですね。これもね、ありましたね。あと悪魔の腹渡ですね。悪魔の、狩猟の腹渡とか悪魔の腹渡とかいろいろあるから、わけわかんなくなりますけどね。あれかな悪魔の、すいません、悪魔の腹渡があれですね、ポリモリスで、悪魔の生贄はあれですね。違いますよね。ということで、あれですよね、トビフバですよね。ちょっと今、ちょっと混乱しましたね。いろいろ名前があるから混乱しますね。あとはシャドウですね。ダリオ・アルジェントのね、シャドウがあって、あとザッツ・ショックという、これ、いろいろね、古今東西のホラー映画をですね、こう、オムニバス形式といいますかね、こう紹介していくね、これぞホラー映画だというような形の、ドキュメンタリーといいますかね、それがありますね、ザッツ・ショック。あとザ・フォッグですね。これね、ジョン・カーペンターの作品ですね。あとは、オオカミアオとかアメリカンなんていうの作品も上映されました。あと、ハウリングですね。オオカミもののハウリング。あと、資料伝説。トビー・フーパーのね、セーラムズ・ロットの、テレビ版をこうね、映画版にしたというような形の作品でしたね。あとは、悪魔の受胎。こちらね、宇宙人をね、宿すという話と、あと悪魔の住む家ですね。アムティビル・ホラーというね、作品がありましたということで、こんなような作品が、このね、スプラッタムービーフェスティバルでね、連日こう、何本か組になって上映されたということなんですけど、これ入る回と入らない回があってですね、盛り上がるものと盛り上がらないものがあるんですね。例えばこう、シャドウとかですね、むしろダリオ・アルジェントなんですけど、シャドウとかザ・フォッグとかですね、あと悪魔の住む家かな。これ、比較的シャドウってこう盛り上がるかというと、こう、わーって見るって盛り上がる感じじゃないですよね。いい映画なんですけどね。あと、フォッグもちょっとやっぱり上品な感じがしてですね、みんなでこう盛り上がるというかね、感じでもないし、悪魔の住む家も、ね、やっぱり同じなんですよね。ということで、どちらかというとですね、盛り上がる系っていうとやっぱりこうスピード感のあるトビー・フーパーとかの悪魔の腹渡とかですね、そちらが、あとゾンビとかですね、むしろですね、悪魔の腹渡、ゾンビあたりがこう、わーっとこうなんかね、押し寄せてくる恐怖みたいなね、ものがありますので、オールナイトでね、みんなで見るには盛り上がるかなって感じするんですけど、あと地獄のシャニーク祭とかですね、あとあれかな、その辺が比較的盛り上がるんですけれどもですね、逆にですね、カーペンター、アルジェントあたりが盛り上がんないんですよね。むしろね、なんかこれは作品がいいとか悪いとかというよりもですね、こうみんなでやって盛り上がるかどうかというね、むしろだから多少ね、あれなんですね、欠点があるだったりですね、多少こう、なんですかね、荒削りな方がですね、映画祭だと受けるみたいな傾向があってですね、ちょっとその辺が面白いかなと思いましたね。ということですね。でそんな形でですね、個人的にはあれかな、マニアックとかですね、ローズマリーがちょっとね、いまいちこう、並べてみるとですね、ホラー映画をこう何本も見ていくとですね、やっぱりいい映画とね、それほどでもないのがね、こう、如実にわかるみたいなところがですね、やっぱり傑作ですね、ゾンビとかですね、狩猟の腹渡、悪魔の腹渡ですかね、あとは、あれかな、この辺は盛り上がると思いますね。資料伝説もちょっと地味な感じはしますからね、いい映画ではあるんですけどね、これ、長尺版はね、一番こうテレビ版のね、長いものだと、一番わかりやすいんですけどね、ちょっとゾッとするところありますけどね、やっぱりこう、テレビのね、ちょっと短縮版のね、ところがちょっと目立つかなという形があってですね、盛り上がりにね、多少問題があったかなと思いますけど、こんなものがですね、第1回スプラッタームービーフェスティバルで、上映されたということで、これもね、盛り上がりましてね、私もね、夜はね、行ってこう朝帰って、その後ね、ちょっといろいろ勉強しに行くとかという形でやりましたけど、ただ8月ですからね、夏休み、学生にとっては夏休みなんでね、比較的こうね、ほぼね、通うことができましたけどね、ちょっとやっぱり体力疲れましたね。まだ覚えてますけど。で、ちなみにですね、第1回スプラッタムービーフェスティバルあるんですけど、これ第2回以降はないですね。ないということで、第1回という名前だけで終わってしまったわけですけども、できればね、なんかね、第2回スプラッタームービーフェスティバルっていうのをね、今からでも復活できたらいいかななんて思いますけどね。スプラッタームービーって名前自体もね、今、あんまりこう死後って感じはしますけどね、使われてますかね、スプラッタームービーってね、なかなか、この当時はね、スプラッタームービーという言葉もそんなに定着してないんですけどね、やっぱりこう、すごいね、語話描写だったりね、いわゆるこう、激しい、いわゆるね、描写があるものをね、スプラッターという形で、その当時は呼んでましたよね。そんな形ですね。であとですね、やっぱりこう、ホラーの
息吹みたいなものはこう出版業界なんかにもありましてですね、これ1985年の末なんですが V ゾーンという雑誌がね出てたんですね。これは途中からなんかホラーのねタッチになってですね、全面的にホラーを扱うような雑誌になったんですけど、これ例えばダリオ・アルジェントの全てだとかね、そんなダリオ・アルジェント特集なんてねあるってこと自体今考えにくいですけどもね、それがねあったりですね、要するにこうイタリアンホラーの特集みたいなのがあってですね、非常にねこれ希少価値のあるね作品です。私もねかなりこれ10号まで完月間で出ててですね、私もこうバックナンバーはね多分保存ねしてありますけれども、ちょっとこう記述もね今から見ると拙いと言いますかね、これ本当なのって感じのね原稿が結構多くてですね、その当時はやっぱりねインターネットも発達してなかったので、情報もね結構見ないで書いてるなとかってそんな感じがあって、いい加減な情報書いてるなみたいなところは今から見るとねあるんですけれども、その当時はねそういったもので知るしかないので、本当に信じてたなっていう感じありますよね。本当にその当時のね批評家の方とかもねいい加減なこと書いてる人いるなーなんてね今考えると思うんですけどもね、ちょっとねただね書いてくれるだけで嬉しかったという形で少年出版社ってとこですかね、コアマガジンということで15までですかね、ちょっとその後はね出なくなってしまって、ちょっとネタが尽きたのかね、売り行きがそれほどでもなかったのか分かりませんけどね、その当時でしたね。あと近代映画社からザ・ホラー・ムービーズというねちょっとこうポケット版のなんですかねムックっていうのかな、そんなものも前後冊で出たりですね、そういった出版ですよね。かなりですからこうホラー映画に特化した出版物というのもねその当時はかなり多かったんですよね。ということでですね、1985年の情勢ということでね今回お話をしてきましたけど、この当時ですね、ですからこの85年86年ぐらいですかね、でやっぱりこうね東京国際ファンタですね、東京ファンタというねいうことで、今はねちょっと夕張ファンタがね夏になってということでなかなかね寂しい状況ではありますけれども、映画祭とかですね映画業界もですねこの頃をちょっと振り返るとですね、もう本当にきらめくようなね作品がたくさんあったということで、これだけで懐かしんでるだけではダメなんですけれどもね、この当時ね、こういうことがあったということで一種のねバブルよもう一度じゃないですけどねこういう情勢がねあって、繰り返してくると思いますのでねこういうこうやっぱり規制とかですねいろいろ厳しくなってですねあれでしたけど、本当にね誰でもこうレーティングなんかもね緩かったのでね子供でも見られるような状況だったですしね、テレビでもねホラー映画がね普通にね地上波でかかってたりしましたのでね、この当時というのはねすごくいい時代だったなというふうに思うわけですよね。はい、ということで、ちょっと今回はこうノスタルジーみたいな形でですね1985年の映画のね特にホラーだったりファンタスティック系のですね映画の状況というのをねちょっと振り返ってみましたけどね、なんですかねちょっと懐かしい感じがしましたね。はい、ということでね今回は以上ということにさせていただきたいと思います。